皆さんこんにちは。卓球用具の深淵を覗き込み、分厚にカタログスペックの裏側に隠された誰も語らない真実を解き明かす時間、テーブルテニスインサイトの時間がやってまいりました。ナビゲーターをケンジです。こんにちは、アシスタントのみさきです。ケンジさん、今日のテーマは、この動画のコメント欄にいただいた熱いリクエストをきっかけに、さらに深くマニアックに調べてみたシリーズの記念すべき第65弾ですね。前回は王道のインナーラケット比較で大反響でしたが、今回はどんなテーマなんでしょうか。今回はですね、まさにメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実という私たちのサブタイトルに、これ以上ないほどふさわしい超異端かつ極めて奥深いテーマです。ズバリ、アンチラバーの物理的特性と最新メンテナンス手法の包括的分析を徹底的にお届けします。アンチラバー、ついに出ましたね。異質ラバーの極みにして究極のくせ者。大会に出るとたまに遭遇して、こちらが一生懸命かけた渾身のスピンが全然効かなくて、気づいたらパニックに陥ってストレート負けしている、あの魔法みたいなツルツルのラバーですね。私も何度も流されました。そうです。卓球というスポーツは、ボールに対する回転、つまりスピンの操作と駆け引きが勝敗を完全に分ける、球技の中でも極めて特殊な競技ですよね。一般的な裏ソフトラバーがいかに自ら強力な回転をかけるか、そのためのグリップ力をどう高めるかを日夜追求しているのに対し、アンチラバーは相手の回転を完全に無効化する、あるいは相手のスピンの回転軸をそっくりそのまま保存して反転させて返すために設計された、まさに卓球の常識に対するアンチテーゼ的な用具なんです。裏ソフトが正統派の勇者だとしたら、完全にルールの中で真逆を行くダークヒーローみたいな存在ですね。だからこそ一部に熱狂的なファンがいるんですね。はい。そして近年国際卓球連盟 ITTF の重大なルール変更によって、公式球が昔のよく飛んで回転がかかるセルロイドボールから現在主流の ABS 樹脂などのプラスチックボールへと移行しましたよね。ボールの直径が少し大きくなり、さらに硬く重くなったことで、絶対的な回転量が物理的に大きく減少したんです。はい。前回のエピソードでも、ボールが飛ばなくなって回転がかかりにくくなったからラケットが進化しているという話がありましたよね。異質プレーヤーにとっては相手の回転を利用しづらくなった受難の時代になったというコメントもよく見かけます。そうなんです。この過酷な環境変化はアンチラバーの存在意義と役割そのものを大きく変えました。昔のセルロイド時代はとにかく相手の強烈な回転をそのまま反転させて強烈な下回転にして相手のネットミスを誘うのが主な役割でした。しかし今は相手の回転量自体が減った分、それだけでは通用しなくなりました。そこで現代の最先端なアンチは特有の極難スポンジが持つ強烈な衝撃吸収性を最大限に生かして前陣でボールを急激に失速、いわゆるデッドボール化させたり、バウンドをネット際で不規則に2度揺れさせたりするやり高度でテクニカルな戦術へと進化を遂げているんです。ただラケットに当てるだけじゃなくて、ボールの勢いそのものをブラックホールみたいに完全に殺して相手のリズムとタイミングを根本から狂わせるんですね。いやらしい、でも知的な戦術です。その通りです。そしてこの特殊極まりないプレースタイルを根底で支える最大の要素がトップシート、つまりゴム表面の摩擦の完全な欠如、専門用語でいうフリクションレス状態なんです。裏ソフトがいかに高い摩擦を長期間維持するかを至上命題とするなら、アンチはいかに摩擦を一切持たない滑らかな状態を汗や湿気にかかわらずいかなる環境下でも維持し続けるかが全てになります。なるほど。だからこそ普段私たちが部活やクラブで教わっているような普通の裏ソフトラバーのお手入れ方法とは全然違うアプローチが必要になるということですね。まさにそこが今日の動画の核心です。今回の詳細なレポート調査で一般的な卓球用具の常識がアンチラバーには一切通用しないこと。そして一歩間違えれば高価なラバーを一瞬にして不可逆的に破壊してしまう恐ろしい事実が判明しました。今日はその全貌を単なる都市伝説や噂話ではなく、物理的科学的なメカニズムに基づき徹底的に解き明かしていきますよ。画面の前の皆さんもぜひ最後までお付き合いください。
お手入れの仕方をちょっと間違えるだけでラバーが破壊される。それはアンチラバーを使っている選手にとってまさに死活問題ですね。試合前節日に良かれと思ってピカピカに手入れして翌日の試合で使い物にならなくなってたら絶望して卓球やめたくなりますよ。まずは今回の調査で分かった最大の発見を教えてもらえますか？はい、エグゼクティブサマリーとして今回の包括的分析レポートから判明した衝撃の事実を先に3つの最重要ポイントにギュッと絞ってお伝えしましょう。ここを見るだけでも今日の動画を再生していただいた価値が十分にあります。はい、メモの準備はバッチリです。画面の前の皆さんも聞き逃し厳禁の超重要ポイントですよ。お願いします。1つ目、一口にアンチラバーといっても実は構造的にクラシックアンチとフリクションレスアンチの2種類に明確に分類されます。そして自分がどちらのタイプのアンチを使っているかによって正しいメンテナンスの手法が水彩やクリーナー OK から水彩絶対 NG へと完全に180度変わってしまうんです。アンチなら全部とりあえずツルツルなんだから同じように拭いておけばいいってわけじゃないんですか？自分のラバーがどっちの種類なのかを間違えたらいきなり大惨事になりそうですね。2つ目、近年のトッププレイヤーの主流である完全無摩擦のフリクションレスアンチに対して水や一般的な裏ソフト用のラバークリーナーを使用することはいかなる理由があろうとも絶対的な禁忌事項、タブーです。これを1回でもやってしまうと表面の極めて繊細なコーティングが致命的な化学的ダメージを受け、ラバーの性能が瞬時かつ不可逆的に崩壊します。不可逆的、つまり一度でも普通の泡クリーナーやミストクリーナーでシュッと拭いちゃったらもう二度と元のツルツルには戻らないってことですか？恐ろしすぎます。そうです。1万円近くする高価な用具がその一吹きで一瞬にしてゴミに変わります。そして3つ目、メンテナンスの拭き掃除だけでなく、ラケットに貼るときと剥がすときという卓球選手なら誰もが定期的に行う基本動作にも致命的なリスクが隠されています。フリクションレスアンチの極難スポンジに通常の水溶性接着剤を直接塗ることは自爆行為に等しく、必ず接着シートを介在させる必要があるんです。普段私たちが当たり前のようにやっている接着剤をスポンジとラケットに塗ってドライヤーで乾かしてローラーで貼るというあの一連の行為すらもアンチにとっては NG なんですね。卓球の常識が音を立てて崩れていきます。そうなんです。さらに言えば、保管時にみんなが愛用している粘着保護フィルムをペタッと貼ることも言語道断の行為です。わあ、見事に卓球の常識がひっくり返されますね。知らずにやってしまって本来の性能を出せていないアンチユーザー、日本中に絶対にたくさんいると思います。この後のパートでは、なぜ水がダメなのか、なぜ普通の接着剤がダメなのか、どうすれば初期状態を最も長持ちさせられるのか、メーカーの公式見解や海外のディスカッションフォーラムにおけるマニアックな検証情報も交えながら、一つ一つの謎を詳細に紐解いていきます。アンチユーザー本人はもちろん、チームにアンチ使いがいる方、そしてアンチ対策に悩んでいて相手の用具の弱点を知りたい方も絶対に見逃せない内容ですよ。さて、ここからは各論に入っていきます。適切なメンテナンス手法を論じる大前提として、まずは市場に流通しているアンチラバーが大きく2つのカテゴリーに分類されるという事実をしっかりと理解することが不可欠です。先ほどのエグゼクティブサマリーで言っていたクラシックアンチとフリクションレスアンチですね。見た目はどちらもツルツルで摩擦がなさそうに見えますが、一体どう違うんですか？はい、実はこの2つ、パッケージには両方ともアンチとついていますが、トップシートの表面物理学的なアプローチ、つまり設計思想の根本が全く異なります。この分類によって適用すべきメンテナンスのやり方や使っていい化学薬品、ケミカルの種類が完全に二分されるんです。ここを間違えると取り返しのつかない悲劇が起きます。同じアンチラバーというジャンルなのにそんなに明確に白黒分かれているんですね。そうなんです。まず第一のカテゴリーが1980年代の卓球ブームの頃から存在し、現在でも根強い人気を誇る伝統的なクラシックアンチ、別名微摩擦型アンチラバーです。微摩擦ということは氷のように完全にツルツルで滑るわけじゃないってことですか？その通りです。ここが最大のポイントです。クラシックアンチはトップシートの摩擦を完全にゼロにしているわけではなく、
一般的な裏ソフトラバーと比較して著しく摩擦が少ない状態に意図的に設計されているんです。指で触ると少しだけ抵抗感を感じるレベルです。アンチなんだから完全に滑らせた方が相手の回転の影響を受けなくて嫌がりそうなのに、わざわざ少しだけ摩擦を残しているのには何か深い理由やメリットがありますか？相手の打球のスピードや強烈なスピンの威力を抑え込んで、ナックル性、つまり無回転のいやらしいボールを自分から安定してコントロールして返球するためです。完全にツルツルだと相手のボールの影響を受けない代わりに自分からボールの軌道を操作する、自分から前へ飛ばすことも非常に難しいんです。しかしクラシックアンチは微小なグリップ力を残しているおかげで、競技者自身がわずかにボールを掴んで狙ったコースへプッシュしたり、コースをついてブロックしたりできるんです。なるほど。相手の球の威力を殺すというアンチの基本性能を満たした上で、自分でも少しだけボールを操作できる扱いやすさとラリーの安定感が残されているんですね。だから昔からあるスタイルなんですね。では、そのクラシックアンチの代表的な製品を具体的に挙げてみましょう。レポートによると、市場における代表格として株式会社バタフライがなんと1981年1月に発売した超ロングセラースーパーアンチがあります。1981年、私が生まれるずっと前、40年以上も前から仕様が変わらずに売られ続けているんですね。パッケージのちょっとレトロな感じ、スポーツ用品店で見たことあります。もう一つ、日本卓球株式会社、いわゆる日卓から出ているベストアンチも非常に有名で愛用者が多いですね。ベストアンチもよく聞きます。卓球教室に通う初心者の方から市民大会に出ているベテランのおじいちゃんプレイヤーまで幅広い層が使っているイメージがあります。たまにカットマンの選手がバック面に張ってつっつきの変化で相手を惑わせているのも見たことがあります。そして近年、このクラシックアンチのジャンルに新風を巻き起こしたのが2021年春に株式会社ヤサカから新たに投入されたトリックアンチです。ヤサカの新しいアンチですか？昔からあるスーパーアンチやベストアンチとはどんな違いや特徴があるんですか？ヤサカの公式情報によると、このトリックアンチはアンチスピン裏ソフトと銘打たれており、低摩擦で相手の回転の変化を無効化しつつも、固めのシートを採用することで、現代の重いプラボールでも自弁から攻撃的なプッシュやハーフボレーをパンと仕掛けられるように設計されています。扱いやすさと変化のバランスを追求した最新鋭のクラシックアンチですね。なるほど。ただ古いラバーをそのまま売っているだけじゃなくて、最新の技術や現代の攻撃的なプレイスタイルに合わせて作られた微摩擦アンチもあるんですね。はい。これらのクラシックアンチ製品は、スポンジコードも20度から25度程度とかなり柔らかめで、相手のタイミングを狂わせる変化性能を持ちながらも、自分からグッと押し込んで打つときにはしっかりボールを掴んで運んでくれるという絶妙なバランスを持っています。だからこそ長年多くのプレイヤーに愛され続けているんですね。じゃあもう一つのカテゴリーであるフリクションレスアンチはどういうものなんですか？第2のカテゴリーが近年の異質攻守型のトッププレイヤー間で完全に主流となっているフリクションレスアンチ、通称ツルツルアンチです。フリクションレス。文字通り摩擦が一切ないということですね。はい。表面の摩擦係数が極限までゼロに近く設計された完全無摩擦型のラバーです。先ほどのクラシックアンチが日本のローシモメーカー主体だったのに対し、このフリクションレス分野の技術開発は欧州の卓球用具メーカーが圧倒的な情熱を持って強く牽引しています。ヨーロッパのメーカーですか？例えばどんな会社があるんですか？日本の卓球ショップではあまり聞かない名前かもしれませんね。市場の圧倒的なシェアを占め、世界中の異質プレイヤーを虜にしているのが、ドイツのデアマテリアルスペシャリスト社やドクトル・ノイバウアー社です。異質ラバーの専門メーカーとして非常にコアで熱狂的なファン層を抱えています。マテリアルスペシャリスト、素材の専門家なんて、いかにも専門的でマニアックで、しかも強そうな名前のメーカーですね。このフリクションレスアンチは、単なるゴムの成形だけでなく、特殊な表面コーティングやゴムの成分自体への特殊な硬化処理、さらには製造工程での紫外線照射などを用いた複雑な物理的化学的プロセスによって、ボールとの接触時における摩擦を完全に排除しています。完全に排除。クラシックアンチのように微小なグリップ力すら妥協せずに完全になくしてしまったんですね。まさに氷の表面みたい。そうです。これに何が起きるかというと、相手の強烈なトップスピンのパワードライブに対して、ラケットの角度をピタッと合わせるだけで、ボールの回転方向を維持したまま強烈なバックスピン、下回転として相手コートに跳ね返すことができるんです。
これをスピン反転と呼びます。相手が強いドライブを打てば打つほど回転軸がそのまま保存されて、自分のコートに強烈な下回転のカットになって帰ってくる。攻撃する側からしたら自分の威力がそのまま刃となって帰ってくる。恐怖以外の何物でもない現象ですね。さらに、このフリクションレスアンチには単なる表面のツルツル感だけではない、もう一つの恐ろしい武器が組み合わされています。それが超低反発スポンジ、専門用語でダンパースポンジと呼ばれる特殊なクッションです。ダンパー？車のサスペンションや建物の免震構造みたいに衝撃をギュッと吸収するってことですか？まさにその通りです。極めて衝撃吸収性の高い、まるでマシュマロか音を吸収する防音材のように柔らかい特殊なスポンジなんです。例えば、ドクター・ニューバウアー社の代表作 ABS3 というラバーは 2.0 ミリというかなり厚いスポンジを採用しています。2.0 ミリって言ったら、普通の裏ソフトなら特厚に近い厚みですよね。普通ならスポンジが厚いほど反発してボールがかっ飛んでいきそうに思えますけど。そこが完全に逆転の発想なんです。このダンパースポンジにおける厚みは反発力を生むためではなく、飛んできたボールの強烈な運動エネルギーを最大限に吸収して殺すために存在しているんです。厚ければ厚いほど衝撃を吸収するためのストローク、つまり沈み込む深さが長くなり、ボールが全く弾まなくなるんです。なるほど。分厚いクッションで飛んでくるボールの勢いを完全に飲み込んじゃうわけですね。エネルギーを吸い取るブラックホールみたい。はい。ABS のプラスチックボール時代になって、ボールの回転量が減った代わりに、ボールのスピードや物理的な重さが増しましたよね。そこで、フリクションレスアンチは、このダンパースポンジでボールの勢いを完全に殺すことで、大上値ボールが急激に失速して、バウンドが極端に低くなるデッドボール化を引き起こすんです。2バウンドで台上で止まるようないやらしいストップブロックが可能です。渾身のパワードライブを打ってもネット際でふわっと短く止まって帰ってきて、しかも強烈な下回転がかかっている。相手からしたら台から下がって連続して攻撃の体勢に入るのが物理的に困難になりますね。足が止まってイライラしそうです。で、マテリアルスペシャリスト社のトランスフォーマーやスカンダル、リフレクションといった製品群も、この完全無摩擦設計のシートと多様な硬さ、厚さのダンパースポンジを組み合わせることで、現代卓球におけるアンチの戦術的優位性を確固たるものにしているんです。さて、微摩擦のクラシックアンチと無摩擦のフリクションレスアンチ、2つの構造的設計的な違いが明確になったところで、いよいよ今日の動画の本題であるメンテナンスに入ります。ここからが非常に重要で、皆さんの卓球の常識が崩れるところです。待ってました。水災害でガメとかすごく気になる話題です。用具のメンテナンスにおいて最も意見が分かれ、かつ致命的なミスを誘発しやすいのがラバークリーナー、洗浄液の使用の是非です。ラバークリーナーって卓球部に入ったら最初に交わされるスプレーとか泡のやつですよね。練習の後にシュッと出して専用のスポンジでキュッキュッと拭き取る毎日のルーティン。あれをやらないとラバーが長持ちしないって先輩に教わりました。そうです。一般的な裏ソフトラバーのメンテナンスでは、プレー後にクリーナーや水を使って表面のホコリや汗、皮脂汚れを拭き取ることが強く推奨されています。なぜなら、裏ソフト用クリーナーには油汚れを分解する界面活性剤などの化学成分が含まれていて、ゴムの表面張力を回復させ、ラバー特有のグリップ力、摩擦力を高く保つ、つまり引っかかりを良くする効果があるからです。裏ソフトは指で触った時にキュッキュッと摩擦がある、ボールが吸い付くような状態がベストですからね。クリーナーはそのための栄養剤みたいなものですよね。はい。しかし、今回のレポートの結論から言えば、使用しているアンチラバーの種類によって、このクリーナーの使用可否は完全に正反対の答えとなります。裏ソフトにとっての栄養剤が、ある種のアンチにとっては猛毒になるんです。ということは、片方のアンチは今まで通り使ってよくて、もう片方のアンチは絶対に使っちゃダメってことですか？その通りです。裏ソフトが摩擦を回復させるためにクリーナーを使うのに対し、アンチは摩擦を生まないためにどうするかが問われます。次のパートで、まずはクラシックアンチへの対応から詳しく見ていきましょう。まず、バタフライのスーパーアンチやニッタックのベストアンチ、八坂のトリックアンチなど、
意図的に微小な摩擦を残しているクラシックアンチの場合です。こちらについては一般的な卓球ラバーに近いメンテナンスが一部許容されています。許容されているということは、普通の裏ソフト用の泡クリーナーなんかを使ってもすぐにラバーがダメにならないんですね。はい。各メーカーの公式なメンテナンスガイド等でも紹介されている事例が存在します。例えば、練習や試合の後にラバー表面に適量の泡タイプやミストタイプのクリーナーを出し、専用のケアスポンジ、例えばニッタックのクリーンスポンジなどの硬い面で泡を全体に広げ、柔らかい面で余分な泡や汚れをさっと拭き取るといった一般的な手順です。私たちが普段裏ソフトでやっているのとほぼ同じやり方ですね。それならアンチ初心者でも迷わずにできそうで安心しました。また、粒高やアンチなどの異質ラバー全般の手入れとして、スプレータイプのクリーナーを軽く吹きかけた後に、専用の小さなブラシ、毛の柔らかいものを用いて、表面のダストや汚れを優しく除去する手法もあります。海外のテーブルテニスデイリーなどの卓球フォーラムにおいても、微摩擦のアンチスピンラバーについては、他のラバーと同様に湿らせた布で汚れを拭き取ることが可能であるという見解が示されています。なるほど。クラシックアンチは微摩擦という少し摩擦がある状態だからこそ、手汗による皮脂や体育館のホコリの汚れがつきやすいから、それを落とす必要があるんですね。その通りです。クラシックアンチにとって汚れが蓄積することは、摩擦がさらに増えてしまう、あるいは摩擦のムラができる原因になります。これらの水溶性クリーナーの使用は、あくまで微小な摩擦が存在することを前提としたクラシックアンチにおいて、表面の皮脂や過剰なホコリを取り除き、本来の設計板である安定した低摩擦状態を一定に維持するための措置なんです。クラシックアンチのユーザーはこれまで通り優しくお掃除してあげればいいんですね。しかし、ここからが今回のレポートの最も重要で、かつ恐ろしい部分です。先ほどクラシックアンチで許容されていた水や水溶性クリーナーによる清掃手法をドクター・ニューバウアーやデアマテリアルスペシャリストなどが製造するフリクションレスアンチ完全無摩擦型に適用した場合、どうなると思いますか？エグゼクティブサマリーで不可逆的に崩壊するって言ってましたよね。想像するだけで怖いですが、具体的に科学的に何が起きるんですか？本分析において最も強調されるべき事実。それはフリクションレスアンチに対して水や一般的な裏ソフトラバー用のクリーナーを使用することは例外なく絶対的な禁忌事項、タブーであるということです。絶対的禁忌、言葉の響きだけで震えます。絶対にやってはいけないんですね。フリクションレスアンチの表面にこれらの液体、つまり水や通常クリーナーを適用すると、トップシートの無摩擦状態を形成している極めて繊細な化学的コーティングや特殊な表面硬化加工が致命的なダメージを受けてしまうんです。コーティングがベロッと剥がれ落ちちゃうってことですか？物理的に剥がれるというよりも化学的に変質してしまうんです。水分やクリーナーの洗浄成分、特に油汚れを落とすための界面活性剤さ、顕微鏡レベルのラバー表面の微細な凹凸に入り込んで残留し、乾燥した後に表面に意図しない微細な皮膜を形成してしまいます。良かれと思って洗ってきれいにしているつもりが、逆に見えないネバネバの膜を作ってしまっているんですね。さらに恐ろしいのは、その残留したクリーナー成分や水分が形成した微細な皮膜が、ボールとの接触時、つまりインパクトのミリ秒の瞬間に毛細管現象や吸着力を生み出してしまうことなんです。毛細管現象？なんだか理科の授業で聞いたことがあります。細い管を水が上っていく様子ですよね。簡単に言うと、水分の表面張力によって、ラバーの表面とボールがペチャッとくっつこうとする力が発生してしまうんです。グラスの底が水で濡れていると、コースターや机にくっついて持ち上げにくくなるのと同じ原理ですね。あれですね。なるほど。完全にツルツルでボールを滑らせて、相手の回転をそのまま反転させなきゃいけないのに、水分や洗剤の膜があるせいで、逆にボールが一瞬張り付いちゃうんだ。その通りです。結果として、フリクションレスアンチの最大の武器でありアイデンティティである摩擦係数ゼロの要因、フリクションレスファクターが完全に失われ、ラバーに不要なグリップ力、つまり中途半端な摩擦が生まれてしまいます。中途半端な摩擦が生まれたら、相手の回転をそのまま反転して返すことができなくなりますね。はい。不規則な摩擦が発生してしまったアンチラバーでは、スピン反転が機能しなくなるばかりか、打球管がポコンという嫌な感触に変わり、打球が意図せずふわっと上に浮き上がったり、
スピードのない無回転ボールがスーッと伸びてオーバーミスになったりするなど、コントロールが完全に破綻します。自分のラバーなのにどこに飛んでいくかわからない暴れ馬になっちゃうんですね。試合の緊張した場面でそんなことになったら最悪です。一度でも界面活性剤を含むクリーナーで拭いて科学的に変質させてしまうと、この変化を元に戻すことはほぼ不可能です。1万円近く出して買ったラバーがたった1回の清掃で使い物にならなくなる。だからこそ水や一般クリーナーは絶対的禁禁なんです。水もダメ、普通のクリーナーも絶対ダメ。じゃあフリクションレスアンチを使っているプレイヤーはどうやってラバーをきれいに保てばいいんですか？放っておいたら体育館が床のほこりや空気中の汚れで結局摩擦が起きちゃいますよね。まさにそこが長年のアンチユーザーが抱えていた最大のジレンマでした。フリクションレスアンチのトップシートにとって最大の天敵は物理的な摩耗ではなく、空気中のほこり、ダストと高い湿度による表面の汚染です。これらが蓄積すると、ボールとの間に物理的接点が生まれ、ツルツルであるべき表面がグリップ力を持ってしまいます。ほこりのせいで滑り止めみたいに引っかかるようになっちゃうんですね。この深刻な問題を根本的に解決するために開発された、まさに異質プレイヤーの救世主ともいえる専用の化学薬品、ケミカルが存在します。それが、デ・マテリアルスペシャリスト社が提供しているアンチ専用ラバークリーナー、プロアンチクリーナーです。プロアンチクリーン。そんなニッチな専用のアイテムがあるんですね。さすがヨーロッパの専門メーカー、かゆいところに手が届く。はい。この製品は一般的な裏ソフト用クリーナーとは全く異なる科学的アプローチで、表面の汚れを落とすだけでなく、フリクションレス状態を復元します。最大の特徴は、有害な揮発性有機化学物質を含まない VOC フリーで、ガランティード VOC フリーであることが明確に保証されており、ITTF の厳格な競技ルール、特に大会でのラケットコントロール検査に完全に適合している点です。後から何か薬品を塗って性能を変えるのはルール違反で失格になりがちですが、これはルール違反にならない公式のメンテナンス用品なんですね。安心しました。内容量 50ml のこのプロアンチクリーンは単なる汚れ落としではありません。フリクションレスアンチ特有のツルツル感を保護し、工場出荷時務初期状態、つまりデリバリーステータスへとラバー表面をリセット、復元する特別な機能を持っています。すごい！ツルツルに戻してくれる魔法の液体みたいですね。どうやって使うんですか？普通のクリーナーみたいにラバーに直接シュッシュってスプレーしてスポンジで拭けばいいんですか？絶対にダメです。使用手順は極めて厳密に定められています。まず、ボトル内の特殊な成分を均一にするために、使用前にボトルをよく振る必要があります。まずはよく振る。次に、ラバーの表面に直接大量にスプレーするのではなく、柔らかい布。例えば、清潔なウエスや専用のラグに、プロアンチクリーンを極少量、スモールアマウント、ほんの 1,2 プッシュだけスプレーします。ラバーじゃなくて、拭く布の方に少しだけ染み込ませるんですね。その通りです。そして、そのほんの少し湿った布を用いて、ラバー表面を優しく、撫でるように拭き上げてクリーニングを行います。絶対にゴシゴシこすってはいけません。直接吹きかけると液が多すぎて、さっき言っていた毛細管現象みたいなトラブルになるから、布の方に極量つけるんですね。すごく繊細な作業ですね。ご名答です。実際の海外のアンチユーザーからの評価においても、乾燥した冬場の最高のコンディションほどではないにせよ、梅雨時期や湿度の高い体育館など、いかなる環境においても、確かなツルツル感を取り戻すことができると実証されています。アンチのコンディションを常に最良の摩擦ゼロ状態に保ちたい競技者にとって、まさに不可欠なツールとなっています。専用クリーナーのプロアンチクリーン、すごく良さそうですね。でも、そのクリーナーが日本のショップで手に入らない場合や、ドクターニューバウアー社などの他のメーカーのアンチを使っている場合はどうすればいいんですか？良い質問ですね。専用のケミカルを使用しない場合、あるいはドクターニューバウアー社のように公式なメンテナンス手法として特定のケミカルを指定していないメーカーの製品に対しては、完全なドライクリーニング法が唯一の正解となります。ドライクリーニング、つまり水も洗剤も液体を一切使わないってことですね。はい。ドクターニューバウアー社の公式な見解 FAQ によれば、同社のフリクションレスアンチのメンテナンスには、清潔で柔らかく完全に乾いたマイクロファイバークロス、クリーン、ソフト&ドライマイクロファイバークロスのみを使用することが強く推奨されています。完全に乾いた柔らかい布、メガネ拭きとかスマホやパソコンの液晶画面を傷つけずに拭くような、ふわふわで細かい繊維のクロスですね。イメージとしてはそれに近いです。
水分を一切含まないクロスで表面に付着したホコリや汚れだけを物理的に優しく絡め取るアプローチです。マイクロファイバーの極細繊維が洗剤を使わずにダストをキャッチしてくれます。これなら特別なケミカルを買わなくても100円ショップのクロスなんかですぐに安全に実践できそうですね。ただし、このドライマイクロファイバー法において特筆すべき非常に重要なポイントがあります。それは清掃の頻度です。ここを間違えている人が非常に多い。頻度？練習が終わるたびに毎日きれいに拭いてあげればいいんじゃないですか？用具は毎日磨いて大事にしろって教わりましたよ。そこがアンチラバーの最大のパラドックスです。一般的な裏ソフトラバーが毎回の練習後にお手入れを必要とするに対し、ドクター・ニューバワー社の指定によれば、フリクションレスアンチの場合は、2、3週間の使用後、after 2-3 weeks of use に一度だけ、表面を円を描くように in circular movements 優しく拭き取るという極端に低い頻度でのメンテナンスが指定されているんです。2、3週間に1回でいいんですか？毎日拭いちゃダメなんですか？このメンテナンス間隔の異常な長さには表面物理学に基づく確固たる理由が存在します。フリクションレスアンチの表面は極度に平滑化され、繊細なコーティングが施されています。そのため、たとえ柔らかいマイクロファイバークロスであっても、拭き取るという物理的な摩擦行動そのものがミクロのレベルで表面の平滑な加工を削り取ってしまう、つまり研磨してしまうリスクをはらんでいるんです。なるほど。良かれと思って毎日ゴシゴシ拭いていると、自分で自分のラバーのツルツルコーティングを剥がしているのと同じになっちゃうんですね。まさに過保護は得ってことですね。その通りです。過度な清掃はかえってトップシートの寿命を確実に縮めます。日々の手入れは極力避け、ホコリの蓄積によって明らかに摩擦係数に悪影響が出始めた、滑らなくなってきた、スピン反転が効かなくなってきたと体感した段階、おおむね2、3週間に一度くらいのペースで摩擦ダメージが最も少ない乾いたクロスで優しく円を描くように皮拭きを行う。これが物理的に最も理にかなったアプローチなんです。何もしないことが一番のメンテナンスになる時期があるなんて本当に目から鱗です。さて、日常の清掃については理解いただけたと思いますが、アンチラバーの用具管理において、実は清掃と同等以上に最大限の注意を払うべき危険なプロセスがあります。拭き掃除以外にもまだ危険な罠があるんですか？はい。それは、ラケット、プレードへのラバーの貼り合わせ、接着、および古くなったラバーの剥離、剥がす作業のプロセスです。ラバーを貼ったり剥がしたりするのなんて卓球選手なら誰でも自分でやりますよ。そこに何が危険なんですか？先ほど第6パートで解説した超低反発ダンパースポンジを思い出してください。現代のフリクションレスアンチは、ボールの運動エネルギーを殺すために極めて柔らかく、気泡が多く、構造的に非常に脆弱なスポンジを採用しています。この特殊なスポンジ構造な接着プロセスにおける最大のボトルネックとなるんです。柔らかくて脆いから破れやすいってことですか？一般的な裏ソフトラバーの接着には、ニッタクのファインジップやバタフライのフリーチャック 2S などの水溶性接着剤を使いますよね。ラバーのスポンジ面とラケット面の両方に塗って、ドライヤー等で白から透明になるまで乾かしてから貼るのが通常の手順です。はい、私もいつもそうやって貼ってます。しかし、フリクションレスアンチの極難ダンパースポンジに対して、この水溶性接着剤を直接塗布することは極めて危険です。水溶性接着剤に含まれる水分が、脆い特殊スポンジの構造内部に深く浸透してしまい、気泡を破壊したり、スポンジの弾性を変質させたりしてしまいます。スポンジが水分を吸ってせっかくの衝撃を吸収するクッション性がダメになっちゃうんですね。さらに深刻な問題が古くなったラバーを剥がすときです。水溶性接着剤を直接塗って接着力が強くなりすぎた極難スポンジを数ヶ月後にラケットからメリメリと剥がそうとするとどうなるか。柔らかいからスポンジがちぎれちゃう。そうです。スポンジがブレードに張り付いたまま無残にちぎれ、ラバーが完全に破壊されるリスクが非常に高いんです。1万円近くする高価なアンチラバーが一瞬でゴミになってしまいます。それは絶対に避けたいです。どうやって貼れば安全なんですか？この致命的なリスクを回避するため、フリクションレスアンチをブレードに装着する際には、水溶性接着剤ではなく、必ず接着シート、グルーシート、アデヒシブシート、つまり両面テープのようなシートを介在させる必要があります。
チャックシートみたいなやつですね。それなら水分はないから安心ですね。専門的な手順としては、まずラバーのスポンジ裏面に接着シートを空気が入らないように完璧に平らに貼り付けます。そしてその接着シートの反対面をラケットのブレードに密着させるというアプローチが必須となります。それなら接着剤の水分がスポンジに染み込まないし、剥がすときもシートごときれいにペロッと剥がれそうですね。ドクター・ヌーバー社はこの接着トラブルの問題を深く認識しており、同社の ABS やアンチスペシャル、ゴリラなどの製品群に対しては、ユーザーが失敗しないよう、なんと工場出荷時にすでにラバー裏面に接着シートがきれいに定服された状態で供給してくれているんです。メーカーが最初から貼ってくれているなんて至れり尽くせりですね。それだけ直接塗るのが危険だという証明でもありますね。ユーザーファーストな姿勢が素晴らしいです。ここからは、これまでの科学的分析とメーカーの公式見解を総合して、アンチラバーを取り扱う上で、競技者が絶対にやってはいけない禁忌事項をまとめていきます。はい、心して聞きます。一つ目は、保管時の保護フィルムの選択です。卓球のメンテナンスにおいて最も誤解されやすい部分です。練習が終わった後、ラバーにペタッと貼る透明なシートですね。一般的な裏ソフトラバー、特に粘着ラバーや微粘着ラバーの保管には、表面の酸化を防ぎ、ゴムのグリップ力を回復させるための粘着ラバープロテクトや吸着保護シートが広く利用されています。バタフライの BTY 吸着保護フィルムなどが代表例ですね。はい、私も粘着性のあるシートを使って空気が入らないようにローラーでしっかり貼ってます。しかし、アンチラバーの表面にこの粘着性を持つシートを貼り付けることは言語道断の禁忌です。ラバーを保護するためのシートなのにダメなんですか？粘着シートを長期間貼っておくと、シート側の化学的な粘着成分や可塑剤がアンチラバーのトップシートに転写してしまうんです。結果として、本来ツルツルであるべき表面に予期せぬ粘着性や摩擦力を持たせてしまいます。せっかく拭くのを我慢してツルツルを保っていたのに、保護シートのせいでベタベタになって台無しになっちゃうんですね。アンチラバーの保管には、表面に粘着物を一切含まない非粘着保護フィルム、バタフライのラバーフィルム4などを使用するか、そもそもフィルムを貼らずにニッタクのラバー保護袋のような袋状のケースにラケットごと密閉収納し、外気とホコリから物理的に隔離する手法が最も安全です。絶対にやってはいけない禁忌事項の2つ目は、意図的な水分や皮脂の付着です。試合中、選手がサーブの前にラバーにはーっと息を吹きかけたり、手のひらの汗をラバーにこすりつけたりするルーティンですね。よく見かけます。あれは裏ソフトにおいても過度な皮脂はグリップ低下を招くため推奨されませんが、フリクションレスアンチの場合はより深刻な事態を引き起こします。さっきの毛細管現象ですね。はい。指の皮脂や汗が付着した部分だけが局所的に強い摩擦を持ってしまいます。ラケットの面の中で摩擦ゼロのツルツルな部分と汗で引っかかる部分がまだらに混在することになり、打球のコントロールが完全に狂います。試合中のあの癖はアンチ使いにとっては自爆スイッチを押しているようなものです。無意識の癖って恐ろしいですね。そして3つ目は最も重罪である用具規定に違反する意図的な表面介出です。意図的な介出、例えば摩擦のある普通の裏ソフトラバーに対して市販の強力なクリーナーや特殊な薬品を塗布し、表面を意図的に劣化、ツルツルに硬化させて自作のアンチラバーを作り出そうとする行為。あるいは逆にアンチラバーの表面にテンション効果をもたらす薬品、補助剤、ブースターを塗って弾みを変えようとする行為です。それって完全にルール違反ですよね。その通りです。ラバーの物理的性質を後天的に変化させる行為はすべて ITTF の用具規定により厳格に禁止されている違法な改造です。大会のラケットコントロールで発覚すれば失格になります。アンチのメンテナンスはあくまで専用 VOC フリークリーナーを用いた初期状態への現状回復の範疇に厳格に留めなければなりません。いろいろなお手入れの注意点が分かりましたが、どんなに気をつけていてもラバーって消耗品ですよね。アンチラバーはどのようになったら寿命なんですか？非常に鋭い視点です。日卓等の見解によれば、一般的な表ソフトや粒高ラバーの寿命は約80時間の使用が目安とされています。シートの粒の角が丸くなったり、根元が切れたりしたら寿命です。裏ソフトなら引っかかりがなくなって滑るようになったら寿命ですよね。はい。でもアンチラバーは最初から滑りますよね。どうやって判断するんですか？アンチラバーの場合、物理的な摩耗と材質の経年劣化は2つのサインとして現れます。第1にトップシートの劣化です。
継続的なボールの衝突によってミクロレベルでのコーティングの剥離や表面の微細な傷、スクラッチが蓄積します。傷がつくとどうなるんですか？傷のせいで意図せずボールに回転がかかってしまう、つまり不規則な摩擦が発生するようになります。プロアンチクリーンのような専用ケミカルを使用しても、本来の完全なツルツル感が回復しなくなった時がトップシートの完全な寿命です。洗ってもツルツルに戻らなくなったらアウトなんですね。第2に特殊スポンジの弾性劣化です。黒軟ダンパースポンジは長期間の使用や打球の衝撃の蓄積により内部の気泡構造が破壊され、ボールのエネルギーを吸収するダンパー効果が徐々に失われていきます。クッションがへたってしまうんですね。はい。このより台上でのボールの止まりが悪くなり、プロックが大深く長くなって相手に強打される機会が増加します。このスポンジのへたりやブロックの飛びすぎを感じ取った段階で、速やかに新しいラバーへの張り替えを決断すべきです。本日のレポートの総括です。アンチラバー、とりわけ現代の主流であるフリクションレスアンチのメンテナンス手法は、従来の卓球界で常識とされてきた裏ソフトラバーの管理手法とは、完全な対極に位置する極めて繊細な領域であることが明確になりました。本当に水がダメ、普通のクリーナーがダメ、接着剤の直塗りダメ、粘着シートダメなことだらけで驚きの連続でした。アンチラバーの性能を持続させるための絶対原則は3つです。1つ目、水分と一般クリーナーの完全排除。2つ目、物理的摩耗の意図的な最小化と専用ブリオーシーフリーケミカルの限定的使用。そして3つ目、接着・保管プロセスにおける厳格な取り扱いです。ただ貼って打つだけじゃなくて、ラバーの物理的な特性を理解して適切なケアをしてあげる必要があるんですね。アンチラバーを使用するプレイヤーは、ジムラの用具が極めて精巧な素材工学と物理学的バランスの上に成り立っている高度な精密機器であることを深く認識しなければなりません。精密機器、まさにそんな感じですね。ここまで動画をご覧になって、視聴者の皆さんもメンテナンスの重要性がお分かりいただけたかと思います。今回提示した厳格なメンテナンス規律と禁忌事項を完全に遵守することこそが、プラスチックボール時代において相手を圧倒し、自身のプレースタイルと用具パフォーマンスの可能性を最大限に引き出すための唯一の道です。アンチを使っている選手も、アンチ対策に悩んでいる選手も、相手の用具の仕組みを知ることで、また卓球の奥深さを楽しめそうですね。その通りです。用具への正しい理解とリスペクトが競技力向上への近道です。それでは次回のテーブルテニスインサイトの動画でまたお会いしましょう。お相手はケンジとミサキでした。ありがとうございました。